今、はい。たくさん画面がある方の中で、文字が映ってはい。る画面がありますよね。今、4人の方が、聞こえない人のために、文字を打つというのをやってるんですよ。すごい。大阪とか長野とか東京とかでみんなバラバラにやってるんですけど、それがみんなはい。協力しながらこの字幕を作ってる状態です。ということは、今日くだらないことは言っちゃいけないんですね。ジョークもね、丸めて打ってくれるみたいですよ。はい。はい。こういう自宅だけで過ごしなさいという命令だけでは我々が死んでしまいます。なんとかしてこれを、事例を解除してくださいという要望のせいで、政府がもうこれ以上抑えきれないという状態になってしまったせいで、えー、と自宅謹慎というんですか、それを解除してしまった。一般の市民がまたまた勘違いをしてしまって、じゃあもうコロナウイルスないんだ。我々普通通りに活動していいんだ。レストランとかカフェとかに行っていいんだという勘違いをしてみんな今また何もなかったような感じなんです、街は。そういうことが続いていて、多分、日本のメディアでもよく言われているオーバーシュートがこの近く起こるんじゃないかと僕は今とても心配です。でも僕はそんなに重症じゃない、僕はそんなに咳が出ていない、そういう人たちは絶対に病院には行かないんですね。行きたくないんですよ。なぜかというと、もうコロナウイルスが始まっている時から、最初から、アイソレーション、カランティーン、隔離、そういう言葉がアチェの人たちにとってとても怖いんです。なぜ怖いかというと、我々もっと紛争があったんで、隔離という言葉自体にとてもトラウマを持っています。隔離されたら本当に病院から出してくれるのか、隔離されたら本当に生きて出られるのかっていうの不満のせいで、自分が病気ですというのを言いたくない、そういう、症状を持っている人たちは山の方に行って隠れてるんです。特にニューヨーク市、他の大都市もそうなんですけれども、黒人とかヒスパニックの人たちの、地域に発生し、その感染者も多いし、死亡に至る確率も多いというふうに結構言われていて、それが問題になってます。なぜかというと、一つはヒスパニック系の人とかは、イリーガルなその不法移民だったりとかするというのもあって、そうすると病院に行ったらバレちゃうんじゃないかっていうそういう組織に対する不安っていうのがあるので行かないっていうのはまずあります。あともう一つはさっきスーパーにとかレストランとかそういうところは営業してもいいっていうふうに言われてるって話をしたんですけれども、そういうところに勤めているその人たちって、割と貧しかったりとかして休めない。で結局なんかそういう外に出なきゃいけない仕事をしている人に低所得な人が多くって、で低所得の人たちは割と黒人の人だったりとかヒスパニックの人だったり。いや僕なんか最近すごい不安というか憂鬱ですね、このコロナのことで。だってどんどん広がるから、俺もそのうち死ぬのかなみたいなことちょっと思っちゃいますよね。で、この間ちょっと飲食店があんまり営業ね、大変だから、行ってたら、後ろのやつがくしゃみを2度もしやがって、そいつにちょっと文句言おうと思いながらも、なんか店の人に気まずい気もして言わずに帰ってきたりとか、なんか世の中、産業とかいろんなことが、生活が変わるんじゃないかなっていう、なんかそんな。変容しているんだろうなって思ってます。今まさにその変容が求められているのかなって思っていて、こうやって生きる死ぬに関わるこの状況の中で、なんかこう人の心に響く言葉を伝えている国のリーダーが結構大事なのかなって思っていて、全然響かない人というか、国もあれば、今ニュージーランドにいるからなんですけど、ここの
大統領が自分自身で発信しているその言葉というか、SNS もそうなんですけど、でもう本当に等身大で何が今起きていて、で国が決めることがどういう事実と考察とどういう目的に応じてこういう発表をしているっていうのをすごく具体的にその人の言葉で伝えていて、それだからより多くの人に納得がいく形で浸透するっていう結果になっていて、